理学研究院地球惑星科学部門の見延翔士郎です。私は大気海洋の変動、そして大気海洋の相互作用を研究しています。大気と海洋はお互いに熱や水をやり取りして地球の気候を支配しています。このため地球の気候を理解する上では大気と海洋の両方を研究することが必要なのです。特に今注目しているのが黒潮などの海流が大気にどういう影響を与えるかです。この点について最近海洋が非常に能動的かつ多様な影響を与えることが分かってきました。我々が注目している現象の一つが日本を東西に挟むように2つの爆弾低気圧が生じる現象です。これを我々は二重爆弾低気圧と名付けてこれまでほとんど研究されてなかったんですけど強力に研究を推進していこうとしています。爆弾低気圧はもともと冬季の代表的な異常気象で風雪害を広範にもたらします。二重爆弾低気圧が生じるとこれがダブルパンチのような形で特に重大な影響をもたらすのではないかと考えています。昨年記録破りの大雪が降った時もそれは二重爆弾低気圧によるものでした。我々の研究の重要性を感じました。二重爆弾低気圧がエルニーニョや北極振動のような大規模な現象と何らかの関係を持っているのではないかと考えてその解析を進めているところです。私が注目しているのは地球全体の規模からこの北海道ぐらいのスケールまで、そしてそのどのように大規模現象が小さいところに影響を与えているかということを注目しています。時間スケールは1日の変化から100年ぐらいの変化まで、またそのスケール間の相互作用、つまりどのように大きいスケールが小さいスケールに影響を与えているかということを注目しています。我々が研究している時間空間スケールだと研究の手法というのは基本的にデータ解析が数値計算になります。地球の気候を条件を変えて実験を行うことは実際にはできません。そこで我々は地球の気候をコンピューターの中に再現してそこで条件を変えて数値的に実験を行っています。データ解析は観測データに用いて作成されたデータ、それから世界のさまざまなグループが作成した数値計算の結果を解析しています。我々の研究は基本的にコンピューターの中のデータを扱います。データは21世紀の石油、21世紀の黄金と言われています。この拡大するデータをフル活用することで20世紀にはできなかった自然現象の理解、そして予測を進めていきます。3年生の学部授業を受けた時に大変面白い授業がありました。その先生が大気海洋相互作用の、日本の先駆けの一人だったんですね。それで私も大気海洋相互作用の研究をやるようになりました。博士課程の学生の時はとにかく国際的な学術雑誌に1本でいいから論文を書きたいと思っていました。そしてその後に論文がいくつか出た時には国際的にみんなが知っているような研究者になりたいと思いました。さらにその後には国際的な研究をリードできるような研究者になりたいと思いました。私は新しい現象の発見が一番面白いと思っています。新しい現象の発見があるとその細かい記述、そしてその理解、メカニズムが何で生じているか、そしてさらにはその予測というように多くの研究者を巻き込んで研究分野を発展させていきます。気候科学は過去10年20年でおそらく大きく発展した学問分野の一つだと思います。そこには異常気象、また地球温暖化という背景があり、社会が気候科学の知識、そして予測を必要としたからです。今民間も気候科学のさまざまな側面を活用しようとしています。この傾向はおそらく今後も続いていくでしょう。若い皆さんにはぜひこの面白い、そして重要な気候科学で活躍してほしいと思います。